皆さんこういう経験ないですかね。自分が何か熱中してること、好きなこと、楽しいこと、ハマっていること、こういうものを誰かに話した時、こういうのいいよ、こういうの楽しいよ、面白いから見てみなよとか、映画とかドラマとかね、音楽とかね、これ聞いてみなよっておすすめするじゃないですか。それで聞いてくれた友達っていますね。聞いてくれた人います？それでドラマとか見てくれた人います？何日か経ってあれよかったわって言ってくれる人いっぱいいます？そんなにね。あんまりいなくないですか？いや、なんかたまに気が利く友達とかね、中にはそういうね、ちゃんと優しい人がいて、で気使ってね、なんかろくに見てないけどね、ちょっとしばらく1週間2週間ぐらい経ってあれよかったよとか言ってくれるね人も中にはいるかもしれないんですけど、大抵の人も多分ね、その友達ね、もう聞いた友達ねはもう家着いてっていうかもうキロ帰り道でもう忘れてますよ大体。あれなんだっけな、なんかあいつ言ってたドラマなんだっけな、忘れちゃったなみたいな。音楽アーティストなんかいいとか言ってたけど、私いつも聞くの決まってるしみたいなね、もう忘れてますよ。それってさ、なんかそれでなんか悔しくないなんか僕も音楽好きで結構ねおすすめとかするんですよ。おすすめするっていうか、なんかそういう話になるじゃないですか、友達とかで喋ってて。でこういうの最近聞いていいよとかね言うじゃないですか。でもその後これめっちゃ良かったわって言ってくれる友達、たまにいますけど、本当に仲いいかね、本当に気が利くかいや何が言いたいかっていうと、この悔しさ多分皆さん思ったことあると思うんですよね。でこれね、最近僕YouTube とかでいろいろ発信したりとか字をね人に教えたりする中で、なんかこの悔しさに似たものをすごい思っていて、要は僕はもう小学校3年生から書道を始めて20年以上になるんですけど、で10年以上ね人に教えてみたいなことやってるんですけど、僕がね大体僕がっていうかもう僕が書道をねやってることを知ってる人ってすごい私も上手くなりたいなとか、私もちょっと癖が強くてちょっと字直したいんだよとかね、いつももう手書きでやるの嫌になっちゃうとかさ言ってくるんですよ。すごい言ってくるのすごい聞くの、それ聞くんですけど、じゃあね教えてあげましょうかとかさ、ねちょっとやってみますかみたいなことを言ってさ、でも忙しいから今ちょっとね仕事が忙しいからとかね、ちょっと家庭が忙しいとかね、バタバタしててとか、でも来月からは来月だったらもうちょっと落ち着くかなみたいなことさ言うんですよ。それで始めた人いないっす見事にねいないですよ、それで始めてくれた人。いや分かりますよ、その社交辞令的なことがあるのは分かってるんですけど、でもさみんながみんな別に社交辞令というかさね、その場で適当に交わしてるわけじゃないと思うんでね、それでもやっぱりその場で決断というか行動を始められないっていうことは下手したら一生できないんですよね。そう本当に。だからおすすめした映画見てくれない人と一緒で、やっぱりなんだろう、その人もさ自分の考えというか自分の今までの経験とか知識とかがあって、でそれで判断してるわけじゃないですか。でなおかつ人間って損したくない、あなたもそうですよね。損したくない、皆さんね損したくないと思うんですよ。僕もねってできれば損したくないですできることなんでね。そうだけど実際に始める人とやらない人と、いつまでも一生やらない人といるわけなんですよ。でそのやらない人ってじゃあ何を元に判断してるのかっていうと、今までの知識とか経験とかを元にこれは
もうやらなくていいな、今の自分の人生では優先度は全然高くないから、別に字なんかさ多少書けなくて別にね、まあ全くわからないわけじゃないし、別に人並みには書けるし、別に綺麗ってわけじゃないけど、まあ自信がめちゃくちゃ特別自信があるわけじゃないけど、でもまあ別にそれで困ることもないしみたいなね。でもなんか実際にさ人前で字書いてみるとさ、ね、あるじゃないですか、手書きたまにね、手書きしなきゃいけない時ね。でもなんかそうするとなんか恥ずかしい、なんか見られんのやだなみたいなさ思うことあると思うんですよね。そうでもやらないんですよ。そうで、そうさっきも言ったように自分の今までの経験とか知識をもとにこれはやらなくていいって判断しちゃうわけですよ、大体の人。もうみんなそうです。もうほとんどそうです。なんでそんな判断ができるのかがもう不思議でしょうがないね。だってさ、こっちはさ怒ってるわけじゃないんですよ、これ。なんかもう切れ気味の人みたいになってるんですけど、悔しいだけなんです。この悔しさ1点で今日喋ってますけど、だってもういろんな人見てきたしね、最初から上手い人全然進まないけど頑張ってそれでも上達してきた人ね、いろんな字の人ね、上手い人綺麗な人、上手い人綺麗な人綺麗な人のね、俺はちょっと大丈夫かみたいな字の人もさ、もうたくさん見てきて、で自分もなおかつひたすら字のことばっか考えてさ、20年以上もうお金も時間ももう労力もね、いろんなコストをかけてやってきたわけじゃないですか。その人が言ってるわけですよ。で僕だけじゃないですよ、もう書家って言われる人、もう字をね勉強してきた人みんな言いますよね。やったらいいじゃないですかと、もう必ず上達しますと言うんですよ。でも信じない。なぜなんで信じないことがあるかがね、僕はね結構不思議でしょうがない。だってさ、皆さんってなんかさっきも言いましたけど、その好きなこととかさ、ハマってることめちゃくちゃもうこれはもう私は大好きなんだと、もう一生これをねもう深掘りというかさ、もう楽しくてしょうがないからどんどん深く知ろうってもう自然にやるじゃないですか。でその人たちというかもう詳しい人とかね、経験した人からしてね、全然知らない人にさおすすめとかさね、いいよってね、親切心というか思いやりをもっとこうね、こういうのどうってね、楽しいよって言うと、でも始めないってことはね、そこに触れないってことはもうその人はもうそこで今までの経験とか知識でもこれはいらない、私にはこれはもういらないって判断しちゃうわけです。それ嫌じゃない？すごい嫌じゃないってか、もう悔しいよねそれ。だってこんなにいいんだよってね思ってますよね。ね、推しとかさね、いろんな好きなこと好きなアーティストもいっぱいあると思うんですよね。でもその魅力というかもう伝わらないし、対して知りもしない人がそれはもう対して別に魅力的じゃないってもう判断しちゃうわけです。そう、もうすごい悔しいですよね。この悔しさを僕はね、実は一つの商品というかサービスにしました。もう悔しいんでもう悔しい、これだけでもうこの商品を作りました。はい。で最近 YouTube ね見ていただいた方は一つね短い動画上がってると思うんですよ。なんか謎のちょっと字書いて解説してる 2,3 分の動画上がってると思うんですけど、僕は新しくね Write Your Name っていうサービス作りました。これねもうシンプルです。もう超シンプル。あなたの名前を書き方をね解説する、これだけの動画です。そしてそれを
あなたの名前を練習できる、練習するためのシートね、これを提供しますね。はい、これね、このシートとこれですよ、これ練習シートね、これもう光飛んでるかもしれないけど、でこのスマホで練習できる、スマホをスマホで写してます。これね iPhone12 よ、これ12ミニ、もうこんなんさどこでもできるじゃないですか。満員電車でもね、通勤中でも通学中でもちょっとした間にこれ見られるじゃないですか。でまずは見てほしい。お手本も書いてます。でもめちゃくちゃ詳しくあなたの名前解説しますね。これ見て、で見るだけじゃやっぱりね字は上手くならないですね。このシートもさめちゃくちゃシンプルですよ。もうこれだけ、もうね、これサンプルですけどね、お手本書いてあります。なぞり練習できるようになってます。そして下ね、練習できるようになってます。これね、これデータで渡します。 PDF でね。だからいくらでも練習できますよこれ一枚きりじゃないです。郵送でこれポンと送られてこないですね。データで送ります。なのでお好きなだけ印刷して、お好きなだけもうひたすら練習してください。はい。で書き方わからなくなったら動画見てね、練習できます。もう一生できます。もうこれだけですこんなシンプルなことないです。もうさ、この際さ、名前だけは綺麗に書こうよ。もう手書きする機会もさ最近減ってきて、でもさ名前はさ書くよやっぱり。いくらこうねスマホでいいやっつってもさ、なんだかんだ名前ぐらいは書くよ。自分の名前ぐらいね。別に塾通えって言ってません。通信教育始めろって言ってません。どうせ始めないからね。もうこれだけよ。このシートと解説とか、これだってさ、あなたの名前を解説するための唯一無二のこのオーダーメイドでね動画作ります。動画にするってことはそれだけもう何を言うか、どうすれば分かりやすいか、ひたすら考えてひたすら考えた上での商品を提供しますんで、もう必ずうまくなります。必ずうまくなりますよ。はい。で僕が教えることって、この動画でね教えることっていうのは理論に基づいて教えますんで、理論で皆さんが分かると何がいいかっていうと応用が効くんですよ。つまりあなたの名前のに登場する字だけじゃなくて、いろんな字に共通する字の見方、整え方、きれいに見せ方、それをお伝えしますんで、何もこのね名前4文字だったら4文字だけじゃなくて、普段の字をどうやって書けば綺麗にかっこよく見えるのかっていうのを自分で再現することができます。あなた自身がね。そのための視点、考え方っていうのを養成するための理論をお伝えしますので、この4文字だけじゃなくていろんな字書けるようになっちゃいます。これねすごい疑われると思うんですけど、そういうもんです。もうそういうもんなんですよ本当に。今はね、今皆さんが持っている視点でしか見られないんで、なかなかねイメージつかまないかもしれないですよ。ただ理論はね分かります。皆さん大人ですから、僕が伝える理論はね理解できます。今までもねたくさんそういう同じやり方でいろんな人教えてきて、みんな目が輝いてたんで大丈夫ですそういうもんです。大人の方であれば理解できる理論になってます。理論でね分かるもう一つのメリット、実はねもう一つあるんですよ、メリットが。それはね、人に伝えられるってことなんですね。要は人に字を教えられるんですよ、皆さんが。わかります？これすごくないですか？考えたことありますか？人に字を教えてる私、考えたことないですよね。なんかできないと思ってないですか？どっかでできちゃうんですよ。だってさ、理論でさ人に説明してさ、筋道立てて、この字をきれいに見せるためにはこういうことを考えて、ここを見てこうだからこうするときれいに見えるよねっていう、この筋道をねどん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 って立てて、で人に伝えれば、なるほど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 っつって理解できるわけ。
でそうすると皆さん先生ですよね。先生って言われちゃいます。ちょっと教えられますね。お友達とお食事お茶しに行きましたね。紙とペン、紙だってね別にテーブルに置いてあるナプキンでもいいですね。ボールペンさえあれば教えられちゃいますね。先生榎本さんはねこういう理論で教えてくれてっていうのを思い出して、でちょっと名前字書いてみていいみたいな言ってね、書いてみせたらおおってまずおおってなるじゃないですかね。でおおってなったらもうこっちのもんですよそしたら実はねこれできちゃうよって言ってあげてください。で理論で教えちゃいましょう。そしたらね誰でもできます。そういうもんです。字には本当にね才能関係ないんですよ。もう理論考え方がね分かればもう再現できます。保証します。はい、本当にこれね僕の真意というか本意から作ったものです。クオリティだけは保証しますよ。これ本当にぜひここで変わろうっていう方はベースっていうサイトでねショップやってまして、そこでこの Write Your Name っていう名前が綺麗に書けるあなただけのレッスンセットっていうものを販売してます。これでもう変わってください。逆にこれがねできなかったらもう一生変わらないですね。もっといいものありそうね。こんなねシートと動画でできるんですかと。これ私は書道教室探したいな。通信教育ねいいとこありそうだけどやってみようかな。テキストね市販テキストもう本屋行ったらたくさん売ってます。さあ皆さん選べるでしょうか。教室通信教育のサービステキストあなたに選べるんでしょうかね。ここで分かれ道になりますね。はいということでね、もし皆さんねこれだったら私もできるんじゃないっていう風に少しでも思った方はね、まずは概要欄にリンクありますので僕のベースリンクをちょっと見ていただいて、中身ねもう少し詳しく知りたいっていう方は見てほしい。まずはね見ていただいて僕の思いとか十分に理解していただいて挑戦してみる方は挑戦してみてください。このクオリティだけは確実に保証しますので、ではよろしくお願いします。